こんにちは、きこです。今日もインドからお届けします。今日は、スピリチュアルとか、宇宙のこととか、目に見えないことを現実に生かす時代が来たっていう話をしたいと思っています。なんかスピリチュアルと現実ってやっぱ分けるものじゃなくて、全てである、全部一緒だと思うんですけど、今まで結構分かれてきてるんじゃないかと思うんですね。で、やっぱさ、目に見えないことを生かさないと無理だと思うんですよ。現実生きるのに苦しくなっちゃうと思うんだけど、目に見えないことを生かすことによって現実はすごい楽になってくると思うんですね。で、プラス、やっぱり目に見えないことばっかりに偏っちゃうと、それはそれで、なんていうのかな、妄想というか空想というか、死んでからもできるんじゃないかと思うから、この現実に生かすっていうのがすごい大事だと思うんですよ。で、私はやっぱりその現実が大好きなので、なんていうの、現実、生きることが本当に好きで、やっぱそういう方多いんじゃないかと思うんだけど、なんか現実をいかに良くするか、今の現実をいかに自分の思い通りにするかっていうことばっかり考えてきたので、やっぱね、本当にスピリチュアルなことをとか宇宙のことを現実に生かしてるんですね。でね、なんでねこの話をしようかと思ったかっていうと、地震あったよね。大丈夫ですか皆さん。日本でね地震があったって聞いて、さっきお母さんとお父さんに電話したんですよ。心配なので。そしたら大丈夫だったんです。長野に住んでて、長野は大丈夫だったみたいで、でも東北の方とかねちょっとどんな感じなのか心配だなと思うんですけど、とにかくやっぱり自分の家族とか、身内の人とか、今関わってる人とか、その人たちが本当にいい状態になっていてほしいと思うと思うし、今生きている自分自身のこの家族、現実ですね。現実の今関わっている人たちがやっぱり幸せであってほしいって思うと思うんですよ。そうで、さっきその親と喋ってた時になんていうのかな、やっぱりいろいろなことがあるんだけど、本当にお互いに感謝し合えてて、本当に家族で支え合ってたりするんですよね。これってなんかもう今までやっぱりずっとそういう風な状態が続いたわけではない、いい方だと思うんだけど、やっぱりうちの家族だっていろんなことが今まであったんですよね。いろんなこと本当に抜けられるのかなって思うような大変な時もあったりして、だけど本当に不思議に導かれてたり、あとはこういう原理ですね、スピリチュアルな原理がある程度私も分かってきて、スピリチュアルとか宇宙のこととかね、それをものすごいやっぱり現実に生かしてるから、結局その自分の内側が外側に映し出されるっていうのは、これは宇宙の法則ですから、なんだろう、こんな目に見えないからね、目に見える現実だけを、生きようとしていて、でもこんな原理なんて知らないし、目に見えないから見えることじゃないじゃないですか。どうやって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 っていうさ、理論をいっぱい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 やってもいいんだけど、結局これがじゃあ原理だとしたら、じゃあどういうふうにしようかっていうことで、私は自分自身の現実をまず波動を整えて、内側を平安にしていって、外側の映し出される世界が平安がいいからですね、自分が選ぶものが。だからそれを実践してたら本当にそういう風になってきて、自分とやっぱり家族関わってる人たち、今もね親と本当にいろんなことがあったけどよかったねっていう話をしてて、良くなってるなーって、良くなってきてるし、ずっとこれが続いていくんだろうなって思うんですよ。なんでかっていうとさ、やっぱりこれから地震があったりとかさ、今もね地震があったり、これから今年とかだっていろんなことが起こるかもしれないと思うんだけど、結局自分が体験するのは大きなことかはね、地震とかだと大きなことだけど、現実の部分でのやっぱり平安が大事だってことですね。平安が大事だし、平安でいたいじゃないですか。あんまり波風あると苦しいですよ。これがしょっちゅうしょっちゅう起きたら自分の現実も振り乱されるっていうかね、そういう感じになると大変だと思うので、誰もがやっぱり一人一人がこの原理とか分かってくると楽だと思うし、あとはやっぱりスピリチュアルなこと、チャネリングとか
高次元の存在とつながって楽しんでて、それで終わりじゃなくて、自分のためにやっぱりハイヤーセルフとつながってハイヤーからのメッセージを受け取ったりとか、要は自分がこうやっていっぱい動き回ってやる現実、1年とかさ2年とか動くとするじゃないですか。その現実とハイヤーからのインスピレーションとかが、2個とかさ3個とか来たインスピレーション、直感、気づきに沿って進むのと同じぐらいなんですよ。だからこっちのハイヤーとともに進んだ方が早いし、効率がいいし楽だってことなんですね。だからこういうことがだんだん分かってきて、私はなんかその引き寄せの法則とかさ、自分の現実に生かしてきたんだけど、本当に変わるというよりも楽なんですよね。力技で頑張ってきたから。そうなんかスピリチュアルなこととか、こういう宇宙のこととかやっぱすごい生かしてきてるってことなんですね。でチャネリングとかもだから楽しいですよ。お仕事でするのも楽しいし、なんていうのかな、いろんな存在と宇宙人とつながったりするのもいいんだけど、宇宙人にだからあんまり意外と興味があるっていうよりも、自分が宇宙人であったってことのが逆に興味あるし、あとだからこれを要はチャネリングするっていうことを自分のハイヤーセルフとつながって現実のために生かしてこうよって思うんですよね。その方が大事だと思うんですよ。現実にどう生かすか。だからむしろその現実に生かせないんだったら意味ないなって思っちゃうんですよね。早い効果がある、持続するみたいな、それが大好きなんですよ。早い効果がある、持続する、シンプル、が好きで、それ以外のことはもうなんか頭にあんま入ってこないっていうか、結局自分自身が創造主だから、そういう意図のもとにそういう世界が絶対あるはずだと思ってきてたし、それが宇宙とドッキングしたというか、宇宙のことは本当にシンプルだし、真理ですね。普遍の真理だから、そこからやっぱり紐づいていくと、やっぱり現実ってものすごい生きやすくなるし、あとはだから目に見えないこととともに、こういうチャネリングとかも日常すごいやってるからね、私たちって無意識でチャネリングとかやってるから、ものすごい意味を持たせたり、なんかこう現実に生かせなかったら、こういう目に見えないこともなんていうの、いいものなんだけど、あんまり頭でっかちになったり理論的になってどうすんのかなっていう感じかな。そういうのが思うんですよ。全てにおいて、全ての業界において実践できてなかったら何の意味があるのかなって。もちろんそういう理論的にいろいろ知識を入れたい時ってあると思うから、もちろんそういう入れる時もあっていいと思うし、なんかそれが大事だって思ってる人はそれでいいと思うんだけど、現実に生かしてこいよっていうことですね。スピリチュアルなこともなんかこう好きで、もちろんそういうのをやる好きな波動だしね、私も好きだけど、現実に生かして本当にこう豊かさを受け取ってってほしいし、望んでいこうよって思うんですね。意外とだからなんていうの、望むことに抵抗があったり、ブロックが強い人だから、ブロック解除、潜在意識の書き換えだってやってる人に限って意外とブロック強い人も多いっていうか、自分と向き合ってんのかなって、やっぱり私は向き合ってきたから、どんなにいろんなさ、すごいスピリチュアル能力があったり、なんていうの、サイキック能力があったり、目に見えないことを理解していても現実に生かせてなかったら、全然こう信憑性がないし、あなたの現実が大事だよって思うんですよ。大事じゃないのって、自分の現実にどんどん生かしていって、本当に自分が楽になっていくこと、自由になっていくこと、誰もが一人一人が本当にそういうなんていうの、目に見えないこと、スピリチュアルなこと、宇宙なことなどをそれ別になくたっていいけど、自分の現実が良くなったらいいわけじゃないですか。それにこういう目に見えないことを生かしていくと本当にいいなって思うし、現実的にやってこうよって感じですね。現実ばっかり見てると苦しいですよ。だから目に見えないことを取り入れていかないと絶対苦しくなりますから、融合ですね。でも目に見えないことばっかりで頭がポーっとしちゃうってばっかり言っても、何のために生きてんのかってなっちゃうよね。だって死んでからもだってポッとできると思うし、多分なんかこの生きてるうちにこの今世の中で
そこまで行きつけてるんだったら、いろんなことが分かってるんだったら、本当にこう怖いかもしれないけど現実に生かしていく、っていうことをすることによって、そういう人が増えていくことによって、もっともっと生きやすくなる、自分がまず生きやすくなるし、現実が良くなっていくし、そしてそういうことを理解する人も増えていくんじゃないかと思うから、望んでいったり望むことかな。なんかすごい大事だと思います。現実に生かすってことですね。現実的になるっていうか、でも目に見えないことを取り入れていかないと苦しいですよ。現実ばっかり見てると苦しいから、やっぱり目に見えないことと見えることを融合、そしてそれを生かすってことですね。本当に生かしていくっていう時が来たと思うんですね。自分自身がやっぱり自分の現実が大事だからですよ。本当に大事だと思うんですよ。私にとっては本当に自分の現実が大事、毎日が。さっきもなんかこう、なんていうのかな、宇宙のことを学んでたんですけど、めんどくさくなっちゃったんですよね学ぶことが。だから自分の気持ちがちょっとなんていうのかな、子供たちとイチャイチャしてたいなって思っちゃったのねだから学んでたんだけど、イチャイチャの方に行っちゃったんですよ、自分が。これは波動を整えるってことでもあるんだけど、やりたくないことやらない。大事、宇宙が大事だったり宇宙人が大事なのも分かるんだけど、私にとっては今やりたいことをやることの方をちゃんと選択してあげたっていうかそれも大事なんです。なんでかっていうと、だから誰かが言ってるからすごいとかさ、これを絶対やらなければいけない、ここからここまでは絶対やらなくちゃいけないっていう、そういうものも本当覆される時なんだと思うんですよ。もっともっと楽に軽く、風の時代って本当にいい時代だなと思うんですけど、自分の感覚、やりたいかやりたくないか、それに沿ってあげる。なぜならみんな一人一人が創造主だから、あなたよりもすごい存在はいないってことですからね。すごい存在って思っていた存在と自分はもちろん同等だし、もしかしたらじゃないな、その存在作ったのも自分自身ですよ。そういうことだと思いますね。だからやっぱり自分の感覚に沿うっていうこと、一人一人が自分の感覚に沿うことによって誰もが自分の世界を作り上げられるし、誰もが自分の人生の創造主になれるってことですね。上とか下遊びをやったり、あの人がすごいこの人がすごい、外側見てるとすごそうに見えたり、攻撃したくなったり、いろんなことがあるんだと思うんだけど、結局は自分の内側から外側に投影されてくるから、自分の現実を見ていく、自分の現実を良くしていく、一人一人がそれをやる時なんじゃないかと思いますね。スピリチュアルなことと、スピリチュアル宇宙のことと目に見えない世界、それと現実の融合ですね。それをどんどん現実に生かしていくこと、本当にその時代が来たと思うから、やっぱり偏りすぎると歪みが出るなって感じですね。現実的に生かしていきましょうよ。効果があることやっていきましょうよ。嫌なことやらない、やりたいことやる、波動を整えるっていうのはそういうことですから、自分の好きなことやる。自分の好きなことってちっちゃなこと、小さな豊かさも大きな豊かさも同じ波動だから、だったら小さな日常の今こうやって気持ちいいなっていう波動と大きな気持ちいいなのね、なんかどっかに行って大きい気持ちいいなとこのちっちゃい気持ちいいなのさ、波動が一緒なわけだから、だったら小さい気持ちいいなを多くしていけば大きい気持ちいいなが来ちゃうなみたいな、こういう原理がね分かってくるとね、小さな現実大事にすると思うし、なんか現実を見ないでぶっ飛んじゃってる人も多いような気がして、でもそこを大事にした方がもっといいと思うんですよ。なぜならあなたの現実大事だから、一人一人が自分の現実に満足することがやっぱり地球の未来にもなっていくわけじゃないですか。で自分の願いを叶えて、自分で自分の願いを叶えていくこと、自分の本当の望みを自分が叶えていくこと、これは自分が叶えるっていうよりもハイヤーセルフとともに叶えていくから、
自分でやってるんだけどね、こういうことが分かってくると結構楽になるんじゃないかと思いますので、ぜひぜひ現実に生かしてみてください。あんまり頭でっかちになってる人はもうそれをやってる時代ではないと思いますから、現実にどんどん生かす、自分の本当の望み、本当の豊かさ、本当の楽さ、現実化していきましょう。ではまた撮ります。ではでは。